こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、振り返りを書きましょうだと振り返りは書けませんよ。こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。授業の最後に振り返りって、書かせる先生多いと思いますけれども、これ振り返り書きましょうっていうふうに言っても子どもたち振り返り書かなくないですか？なんか楽しかったですとか、面白かったですとか、分かりましたとか、分かりませんでしたとかっていうふうに書くじゃないですか。で、そうじゃないんだよな、もうちょっとこうなんかあるじゃない、もうちょっとなんかこううまく書いてよっていうふうに思うんだけれども、こっちもどういうふうに説明していってあげたらいいか分からない。でもとにかく今目の前で書かれているこの振り返りではないんだ、ちゃんと書いてくれよ。でもどうちゃんと書かせたらいいか分からない、そんな先生に朗でございます。今日この動画最後までご視聴いただければ、その子どもたちの振り返りを引き出していくための素晴らしい一言、教師の一言が手に入ります。めちゃくちゃ簡単です。よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ、早速ね、いきたいと思います。まず結論からお伝えしたいところではあるんですが、今日はまずそもそも振り返りってどうして書くんだっけっていう振り返りの目的だけちょっとだけ確認して、その後結論をお伝えしていきたいと思いますね。まず皆さんに問いかけたいと思います。振り返りってどうして書くんですか？ちょっと考えてみましょう。10秒数えてみますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。どうでしょうか？こういうふうに問いかけられると案外ね、答えに詰まってしまうこともあるかもしれません。周りの先生が書かせてるからとか、初任者指導に書かせなさいって言われて、なんかそのままなんとなく書かせてたっていうこともあるかもしれませんね。実際ね、僕もね昔そんなもんでしたよ。じゃあもう一回ここでね、こっそり振り返りの目的っていうものを共有しておきましょう。振り返りの目的はやっぱり一番は頭の中の整理じゃないですか。1時間学習をしてきて、いろんなことを学びました、いろんなことを考えました。で、結構散らかってるんです。それを整理整頓することによって今日の学びをきちんと定着することができる。1つ目、整理っていうことですよね。で、2つ目、これ案外見落としがちなんですけれども、自己理解を図るっていうことですね。私はこんなことに気づいたんだな、だから私は昔ああいう失敗をしちゃったんだな、でも次からこういうふうにしていきたいなっていうような、自分で自分のことを理解を深めていくような、そんな機会に振り返りはなるんですよ。さっきの整理整頓による定着が学習の成果を上げていくことだと表現するのであれば、この自己理解というのは成果を上げていくというよりは、子どもの本当の意味での成長を促していく。成果と成長、この両方の効果がある、それが振り返りなんでございます。だからね、この振り返りっていうのはね、とっても重要なんですよ。僕は昔めんどくさくてね、今日は振り返りはいいからね、もう振り返りなしで授業終わりました、ありがとうございましたなんてね、やっちゃうこともありましたけれども、やっぱり振り返りっていうのは非常に重要なわけです。さあ、じゃあこの振り返りなんですけれども、そんな重要な振り返りにもかかわらず、今日の学習を振り返り皆さん書きましょうっていうふうに言っても、子どもたちは振り返れないわけですよ。振り返りという言葉が非常に分かりづらい。振り返りって、だって子供からしたら振り返るって何、振り返るってどういうこと、どういう意味なの？大人はなんとなく分かりますけれどもね、振り返りっていう言葉が分かりづらいんで、楽しかったです、面白かったです、分からなかったです、分かりましたっていう、そんな簡素な文章になってしまうっていうことですね。整理整頓が促されない、自己理解が促されないという状況になっているわけです。さあ、じゃあどんな一言を子どもたちにかけてあげると、この学びの整理整頓や自己理解が促されるのか、今から今日の結論紹介していきたいと思います。それはこういうふうに言ってください。今この時間の学びや気づきを、あなたにとっての学びや気づきをノートに書きましょうっていうふうに言ってあげるといいですね。そうすると子どもたちは黒板見て、あるいは自分のノートをもう一回見直して、自分は一番何を学んだんだろうか、今日自分がハッと一番気づいたところはどこなんだろうかっていう、この焦点化を始めるわけですね。そしてその焦点化ができたら、振り返りの欄に自分で今日自分はこういうところを学びましたとか、誰々さんの発言でハッと気がつきましたっていうような、自分のキラリと光る一つをピックアップしてくる。あるいは子どもによっては2つ3つピックアップしてくれることもあるかもしれません。この学びや気づきを書きましょうって言ってあげるのと、さあ今から授業の振り返りを書きましょう、全然違うんですよ。
振り返りだともうただの感想になっちゃう。面白かったです。そうじゃないですよね。そういう文章を書いてほしいんじゃないですよね。そうじゃないけれども振り返りを書きましょうって言っちゃいがちな先生、ぜひ、今日からあるいは明日からですね、授業の振り返りのシーンで、今日の学びそして気づきあったところぜひ書きましょうって言ってみてください。明らかに振り返りの質が変わってくると思います。でもうちょっと発達段階が上がってきたら少しあえてレベルアップするその発問表現の仕方問いかけ方っていうのがあります。例えばこんなものもいいですよ。この時間の中で自分自身が学んだことあるいは気づいたことそして自分自身が成長できたなっていうふうに思うことがあれば今から書きましょう。いいですか？どうぞ。っていうと成長か。自分は授業が始まるお願いしますって挨拶をした瞬間と今まさにこの40分50分後の今何が成長したんだろうっていうふうに子どもたちが考えるわけですよ。で僕はこういうところが成長しましたと考えて書くことによって自分成長したんだなって自信つけるんですよ。自尊感情高まっていくんですよ。これってすごく大きいですよ。内省もできるし子ども自身の自尊感情を高めていくことができるし次なる学習の意欲の芽を育てていくこともできるんでこんな問いかけ方もいいかもしれませんね。自分の中での成長も書いてみましょう。ただちょっと自分の中での成長っていうと小学校低学年中学年ちょっと難しい子どももいるかもしれませんからね。小学校5年生6年生あたりからあるいは早くても4年生後半ぐらいからがいいんじゃないのかなっていうふうに思いますけれどもね。こんな風なアプローチをしてあげると子どもたちの振り返りで書いてくるアウトプットしてくる質が明らかに変わってくる。もう量も変わってくると思います。バーって書くようなね子どもも増えてくると思いますのでぜひぜひやってみてください。あるいは皆さんが、授業じゃなくても研修の担当になった時にですねじゃあ最後皆さん今日の研修振り返って感想書いてみてくださいって言うと楽しかったですというような子どもと同じような感想が並ぶことがあると思いますので今日の学びあるいは気づきとか何でしたかっていうふうに、問いかけてあげると研修でもこちらが望むようなそして、受講者がですね学びを整理したり自己理解を深めていくようなアンケート振り返りを書くことができるようになっていくんじゃないのかなというふうに思いますので役に立ったところがあれば参考にしてください。いかがだったでしょうか？今日の動画が面白かったよ役に立ったよっていうふうに思っていただけたらいいねそしてコメントしていただけたらとっても嬉しいです。でよければですね今日この動画で、学んだことあるいは何か気づいたことがあればコメントに書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。子供にやらせる前にまず自分自身がやってみましょう。子供の気持ちもよくわかると思いますからね。ぜひ学びや気づきコメントに記してみてください。最後一つお知らせさせてください。実は今日この後ですねぶっ続けで動画を撮っていきたいと思います。研究所メンバーシップの動画を撮っていきたいと思うんですけれども今振り返りの重要さとかこういうふうに書かせてあげればいいんだなっていうのがなんとなくね分かってきた先生も非常に多いと思うんですけれどもそうは言っても結構ねぶっちゃけここだけの話ですよ。ここだけの話振り返り書かせようと思っても振り返りに書かせる時間が結構なくなっちゃうことないですか？もう子どもたちの練習とか交流とかが盛り上がっちゃったりしてねあんまり逆にうまくいかなかったりしてダラダラダラと長引いていって最後振り返り書く時間が全然取れないんですっていうような先生も中にはいるかもしれません。そんな先生に朗報です。子どもたちの頭の中が整理できてしかも自分への理解が深まることができてしかも周りの子どもたちがどういう振り返りをしたのかっていうのが一気にシェアできるようなしかもそれが1分1分とは言わないもしかしたら30秒くらいでできちゃうかもしれない魔法のまるで魔法みたいな振り返りの時間のテクニックっていうのがあるんですね。これめちゃくちゃ簡単です。で今からですねそのやり方を研究所メンバーシップの方でぶっ続けで取ろうと思いますのでよければ気になった方続編見たいよっていう方は研究所メンバーシップにご登録いただければ今すぐにこのまま続きを見ることができますのでよければ研究所メンバーシップにご登録ください。お待ちしております。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経そして学習指導さらに振り返りの時間心から応援しております。最後ちょっと確認しておきましょうか。子どもたちに問いかける振り返りの時間に問いかけるのは何て言うんでしたっけ？振り返りを皆さん書きましょうじゃなくて自分の〇〇や〇〇を書いてみましょう。この〇〇穴埋めできますか？できましたね。自分の学びや気づきを書いてみましょう。これ覚えておいてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ。このまま続編いきますんで研究所メンバーシップお越しくださいね。お待ちしております。
だから振り返り書かせようと思っても書かせられないって物理的にそういう状況があったりするんですよね。一瞬ですごく分かりやすい構造化された板書は一瞬にして出来上がるんですね。じゃあその白色のマグネットシートというのは何に使うのか。